皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。留守をしていた3連休はずっと雨だったため、帰ってきてみると多肉の寄せ植えが樹れたり徒長したり大変なことになっていました。ちなみにこの寄せ植え、2月にはこんなに可愛かったんですけどね、とても残念。真っ黒に葉が樹れてしまっているこの多肉はマディバハイブリッドです。そしてもう一つ、これは何だったかな。この火祭りやピーチプリでも徒長していますね。皆さんの多肉ちゃんの寄せ植え、こんな風に樹れたりしていませんか？とりあえず樹れている葉や枯れ葉をきれいに取り除いていきます。アトロプルプレアもちょっと長くなって寄せ植えには邪魔だったのでカットしておきます。ついでに徒長している火祭りやピーチプリでもすべてカットしておきます。このピーチプリで茎が黒くなっていました。早めに発見できてよかったです。この寄せ植えがこんな風に悲惨な姿になってしまったのは、雨の当たる場所に置いていたからです。と言っても雨ざらしにしていたわけではないです。一応オーニングの下に置いていたんですが、風が吹くと雨が吹き込む場所、これが多肉が樹れた原因です。そして連休中に雨が降ることが分かっていたので、雨よけにオーニングを下ろしていたのが徒長の原因になりました。多肉植物は日照不足の時にたくさん水分を吸い上げてしまうと徒長しやすくなります。皆さんの多肉ちゃんは大丈夫ですか？来週ぐらいには梅雨明けしそうな感じなので、これからは多肉の水やりも注意が必要です。日中の暑い時間に水やりをしてしまうと多肉が樹れたり蒸れたりする原因になるので、この時期の多肉の水やりは夕方涼しくなる時間帯に水やりするのをおすすめします。樹れた葉や枯れ葉を取っていくと、この寄せ植えもだいぶすっきりしてきました。そしてこの空いたスペースには先ほどカットした多肉たちをまた植え付けておこうと思います。このピーチプリでも徒長していたのでカットしました。ピンセットで土をつつくとだいぶ根詰まりしているようです。この暑い中、いつもならこの時期には寄せ植えの仕立て直しはしていません。今回は寄せ植えの多肉が樹れてしまったため、泣く泣く仕立て直しをしています。とりあえずこうして徒長した多肉たちをカットしたものを刺しておけば、気温も高いのですぐに根付いてくれると思います。
これでこの寄せ植えの仕立て直しは完了です。黒胞子の葉が枯れて丸坊主になってしまっています。今年は調子が悪いななんて思ってよく見てみるとキラキラとした跡が残っていて、これもしかして成長点をナメクジに食べられたのかもと思い、鉢を裏返して見てみるといましたよ、ナメクジが。皆さんもナメクジやカタツムリには注意してくださいね。小宝草の葉に小さな子カブちゃんがついていました。そして今回気になっていたのはこのカンテです。雨が吹き込む場所にあったカンテですが、葉が少し黒くなっています。とりあえず作業台の上に移動させて、ここでしばらく様子を見ようと思います。他のカンテも持ってきました。このカンテは花が咲いていました。これはカットしておきます。そういえばベランダのカンテも花芽を長く伸ばして咲いていましたね。枯れ葉を1枚ずつ取っていると根元から株がぐらつき、何やら様子がおかしいです。これは嫌な予感がします。ここに来て怪しい箇所が出てきました。この葉を1枚取ってみると根元が真っ黒。指でつつくとグラグラします。茎も一部が真っ黒に変色していました。葉を軽く触っただけで取れてしまうほど。これは緊急手術です。ハサミでカットしてみると、すでに茎の中心部分まで樹れていました。この黒くなった箇所はすべてカットしていきます。一度カットしただけでは樹れた箇所はすべて取り除くことができませんでした。やはり数枚葉を取らないと無理かな。このカンテは葉ざしでも増やすことができるので、葉ざしできそうな葉があるといいんですけど、ここまでカットしてもまだ少し黒い部分があります。ロゼットがばらけてしまわないように確認しながら黒い部分をすべてカットしました。カットした鉢の方の茎も見てみると、やはりこちらもダメそうですね。他のカンテの枯れ葉も取り、茎をチェックしておきます。このカンテにも花芽がついていました。全然気がつきませんでした。しかも茎をカットしてみるとすでに真っ黒でした。危ない危ない。ピンセットだとちょっと葉が取りづらかったので鉗子を持ってきました。
カンテは特にまめに水やりをしているつもりでしたが、ここまで下葉が枯れていると、そろそろ一回り大きな鉢に植え替えかな。枯れ葉を取り終え、茎を見てみると、このカンテの茎には少し亀裂が入っていました。葉が少し黒くなってしまったのは、これが原因でしょうか。そして最後のカンテ。このカンテはどうでしょう。多肉棚の一番上で同じ場所に置いてあったカンテたちですが、いつもならこんな風に葉を下に向かせることなく元気に育ってくれているはずだったんですが、日照不足でこのありさま、ちょっと悲しいですね。そして同じ場所に置いてあったこのアフターグローもやはり葉が下を向いてしまっています。かといってこのままずっと日照不足ということもなく、この後葉焼けしてしまわないかが心配です。アフターグローの枯れ葉もきれいに取り終わりました。はい、ということで今日の動画は調子の悪い多肉たちの仕立て直しや様子を見ていきました。いかがでしたでしょうか。この場所に置いてあるカンテたちもやはり先ほどのカンテと同様に葉が下を向いてしまっていました。この動画が良かったなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。